こんにちは、北野有オです。今日はある方に会うために今移動しています。どんな方に会うかというと、北海道で活躍している YouTuber さんです。とっても地域に貢献している方で、私もとっても尊敬しているんですよ。その方はちょっと面白いのが、ずっと北海道に住んでいる方ではなくて、別の県から移住してきた日本人の若者ですはい、ということで今日は移住のことや YouTube のことを根掘り葉掘り聞いてみようと思います。はい、ということでスタジオへ向かいますさて、今日の動画はインタビューの動画になります。今日のゲストを紹介させてください。札幌に移住したダンゴムシさんです。どうもよろしくお願いしますよろしくお願いします。ダンゴダンゴムシさんは北海道に移住して今は北海道で活躍をしているクリエイターさんですね。活躍っていうほどではないですけども活動させていただいております。名前通りで、北海道に移住してきた日本人の若者です。いや、もう若くないですけども。何言ってるんですか29歳ですよね。29です。よくご存知で、ありがとうございます。いやいやダンゴムシさんは YouTube もやってまして、はい、で私もちょこちょこ見てますね。ありがとうございます。でもう噛んじゃったね。いやいいよ、このまま続けましょう。だから正直すごい緊張してる。僕も緊張してて、今日の動画大丈夫かなと思ってて。私も、皆さんごめんなさい。僕も有オさんずっと見てたので、今本物の有オさんが目の前にいて、僕も緊張しておりますけど。いやー、2人とも緊張で大丈夫かな。頑張りましょう。頑張りましょう。ダンゴムシさんは顔出し演じなので、はい、モザイクをつけさせていただきます。今日はですね、たくさん聞きたい質問があって、本当ですか？はい、聞かせてください。ありがとうございます。はい、じゃあまずはですね、私ね、ちょっとカンペも作ったので、どんな質問が来るのかちょっと怖いですけど、たくさんある。たくさんありますね。たくさんある。北海道に来て、北海道に移住してきて何年になってますか？僕は最初に北海道に来たのが学生時代なんですよ。18歳の時の4年間と、社会人になって地元が愛知県なんですけど、一回愛知で就職したんですけど、また戻ってきた4年間、4+4 の8年ですね。北海道ずっと札幌ってことですか？ずっと札幌で8年間っていう、トータルですね。トータル8年です。合わせると、はい、で札幌に来る前に愛知県で生まれ育ったという。はい、生まれ育ちました。はい、で高校卒業の時に札幌に来たんですけど、18歳の時ですね。で4年間暮らして、で大学の卒業の時にこのまま北海道で暮らすか、帰るか、迷って、でも当時は地元に帰るのがすごい当たり前だと思っていたので、本当は北海道に残りたかったですけど、帰ってしまって。ちょっと待ってください。高校は愛知県。高校は愛知県です。大学は札幌。ああ、そういうことだったんですね。はい、北海道の大学に来て、ここで4年間勉強してから、また愛知に戻ったという流れになるんですね。はい、泣きながら戻って、そこからもう全然楽しくなくて、人生が。毎日、泣きながら過ごして、毎日愛知県に帰ってからも、仕事はしてるんだけど、毎日 YouTube とか、インターネットで北海道ばっかり見てたり、本読んでもずっと北海道のこと見てたり、すごいですね。でよし、仕事辞めて帰ろうと思ってまた戻ってきました。それが25歳の時。25歳の時はそういう決断だったんですね。高校生は18歳。高校生は18歳で、大学で卒業が22歳。22歳ってことは3年間。3年間。その決断を決めるために3年間が必要だったということですね。そうです。で毎日泣きながら仕事しました。いやじゃあお仕事は向こうで3年間頑張って、でそしたらやっぱダメだ、札幌に行きたいという気持ちだったんですね。どうして北海道に移住どうして北海道に移住しようと思ったんですか？やっぱり、生活環境すごい違うんですよ、愛知県と北海道って。空気がまず北海道の方が綺麗だったり、愛知県の空気とか人間の感じとか、ちょっとあらゆるものが生まれ育ったんですけど、正直僕には合わなくて、で大学で4年間暮らした時にすごくもう北海道の全部が自分に合ってるなと感じていて、でも一番はやっぱり北海道の
人間性といいますか、はい、すごくなんか穏やかですよね、こちらの方って、はい、ですごく波長が合うというか、特に同世代の同じ年齢の方たちと一緒にいてもすごく心地よかったので、やっぱり札幌に行きたいというよりもはやもう帰りたいみたいな気持ちでしたね。そうですよね、ただ最初は旅行できたっていう感覚ではなくて、もう長くもう4年で住んだわけで、でも私ダンゴムシさんのダンゴさんそうダンゴさんの動画を見てて、動画にすごくこう聞いて驚いたのは、はい、札幌の移住を決める前になんか日本全国旅行していたとおっしゃったんですけれども、はい、あれ本当ですか？はい、もう行きました。いろんなとこ行きました。札幌がすごい好きで札幌に帰りたいという気持ちはあったんだけども、それって自分が大学生だったからもうね、仕事のプレッシャーもないし、親にお金も出してもらってる中で札幌で暮らしたから好きだったのか、社会人になってからも行っても楽しく暮らせるのか、どっちなんだろうと思って、はい、それを確かめに社会人になった自分が今日本のいろんなとこ回って、その結果やっぱり札幌が一番なのかっていうのを確かめる旅に出てた時期もありました。そうだから瀬戸内海、はい、広島の方とか、福井県の北陸の方とか、あと東京も行ったり、結構すごい長く滞在、その場所に1週間2週間点々と滞在する旅をして、で最後に北海道全部の市町村40日間かけて回って、あれなんですよ、車でそう名古屋の港に自分の車を船に積んで苫小牧まで行って、そこから全部40日かけて車中泊で回って全部制覇して、そう市町村ですね。179カ所。やばいですね。すごいですね。もう大変でしたよ。毎日10時間運転して8000キロ走って、でカントリーサインっていう市町村になんかマークみたいなのがあるんですよ。そうですね。道の駅で売ってるんですよね。そうですそうです。北海道にマークってあるんですけど、あれの写真を撮って、それ撮ったらクリア。1個市町村制覇。いいですね。そう40日かけて回って、で最後旅の終わりの時にやっぱりこの場所で暮らしたいなと思って決めました。決めたんです。それはいわゆる決めるのきっかけだったんですか？もう 100% これですね。100% のきっかけの旅でした。やっぱりその旅する前にどっかでまだ少しちょっと不安っていうか、100% ではなかったんですね。どっかでやっぱり潜んでたんですね。そう北海道の全部を見てみたいなと思って最後に。で北海道の全部回った結果、北海道の全部を見ることは不可能だと思って、広いし奥が深いしそうですね、でもなんかすごく自分の人生に対してやる気が出てきて、この場所で頑張りたいなと思って決めました。素敵ですね、本当に夢のある話ですね。それは25歳の夏。25歳の、そしたら、北海道を全部回って、そこでよし札幌に移住しようっていう、決めたポイントだったんですね。はい、そうです。決めた後、いろいろな準備とかが必要になってくると思うんですけれども、決めた後はどういう気持ちだったんですか？なんかやっぱりちょっと不安とか、それともなんかどうでもいいからもうよっしゃっていうめっちゃ嬉しい気持ちだったのか、どう感じてたんですか？最初はよっしゃだった、けど移住する日が近づくにつれて不安しかなくなった。北海道のね、ずっと旅をしていく中でやっぱりいいことばっかりじゃなくて、北海道のあまり良くない部分、危うい部分とか、こうしたらもっと北海道が良くなるのにとか、北海道の課題みたいなのを自分なりに見つけて、その中の一つにこの札幌移住に関する情報がまだまだ少ないなと思ったので、この移住する前にずっとどうやって札幌移住の情報を発信するかを考えてたんですね。もう自分で作ろうと、YouTube の練習をずっとしてたんですよ。2ヶ月間この動画回しながら喋る練習、あれめっちゃむずいじゃないですか。やったことねある人分かると思うんですけど、カメラ回しながら一人で喋るってめっちゃむずいんですよ。難しいですね。で僕2ヶ月かかってちゃんとまともに喋れるようになるのに、いわゆるそれは YouTube にアップする前の動画はリハーサルですね。愛知県の実家で
今日の札幌はこんな感じですって愛知県で喋ってたんですけど、っていうのとあと編集の練習も2ヶ月かけてやって、でその間に仕事と家のことを何も決めてなかったんですね、札幌。そう YouTube でいっぱいいっぱいで。すごいですね。そうそのままで、じゃあなんていう日本語でなんていうのですかね、ガラガラカ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 ラのままで。そう多分合ってないと思うんですけど、カラカラなんだろう何もこう準備せずという感じ。いいのかな。そうだから仕事と住む家もないから、移住する日が近づくにつれて不安になりますよね。あらどうしようって。そうだからまず札幌に飛行機で飛んだんですよ。で不動産屋さんに行って、家が欲しいんですけどっていうところから始まりました。なるほどですね。移住するのはすごい多分簡単なことではないと思うんですけれども、どこが一番困難だったのか、難しいところとかどこだったんでしょうね。やっぱり仕事探しですね。仕事探しと家を探すのの、この同時並行で多分進めていかないといけないんですけど、皆さんにお勧めしたいのは先に仕事は探すべきだとそうですか、思います。同時はやっぱりちょっときつい。同時は仕事がないと家がもらえない、借りれないですし、家がないと仕事が探せないですし、で僕はそこが完全に抜けていてでもなんとかその仕事がない状態でも借りれる安い家を借りて、なんとかはなったんですけど、やっぱり皆さん一番大変なのは仕事探しだと。なるほどですね。そしたらもし今移住考えてる方がいましたら、やっぱり移住する前にちょっと事前から仕事活動、就職活動、始めた方がいいということですか？就職活動始めた方がいいと思います。で仕事が決まったら、その後ようやく札幌に来て不動産の力を借りてアパートを探すとか、そういう流れの方がいいんですよね。仕事の安定は人生の安定ですから。でもそれを最初は知らずに同時並行で進めていたんですね。そうです。今の時代だったらね、もうリモートでたくさんできるので、なんか活用できるものはどんどん活用していった方がいいと思いますし、東京にいながら札幌の情報もね今はたくさんあるので、できる準備は仕事に関しては特にねやった方がいいと思います。最初はこう移住の時は来た時、すごい勢いで来たと思うんですけれども、その困難な時期をどういうふうに乗り越えたのかな。やっぱりこれはすごく個人的なあれが大きいんですけど、 YouTube やってたことがすごく大きくて、YouTube でよくコメントをねいただいてたんですよ。今日こういうことがありましたとか、セイコーマートに行きましたとか、初めて会社に行きましたっていうのを YouTube で報告のような動画を作ってたんですね。その中で視聴者さんからとのコミュニケーションの中ではすごくね、助けられたと言いますか、友達はいなかったんですけど、それ聞こうと思ったんですけどすぐ友達できたのかなっていう、本当にできなかった最初。もうじゃあ一人ぼっちだったけども、似てますよ。最初友達できなかったんですか？私も最初全然友達誰もいなくて、私はね丸山動物園に、ほぼ毎日行って、動物は私の友達だったんですけれどもそこでなんか、動物に話をかけたりとか、もう年間パス持ってたんですよ。近くに住んでたから、本当にもうほぼ毎日そこへストレス解消とか。動物好きだったんですね、アリオナさん。今も好きですよ。そうなんだ。あんまりでも動画でね。そうですね。動物園とかあんまり行かれないですよね。確かに。ですよね。だからダンドさんにも聞こうと思ったんですけれども、でも私もある意味移住者ですよね。なので、友達の問題あったのかなと思って、やっぱり最初はいなかったんですか？いやでも全然寂しくはなかった。YouTube のおかげで。YouTube のおかげで乗り越えたっていうこと。YouTube といってもやっぱりその YouTube を見てくれてコメントを書いてくれてる視聴者さんのおかげっていう感じですかね。だから YouTube 頑張っても見てくれる人いなかったら、ちょっと心折れてたかもしれないですけど、よかった、皆さんが見てくださって、本当ありがたいですよね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげで今私たちもここにあって、もう喋ってるわけで、そうなんですよね。つながりですよね。もう4年前ですからね、始めたのは。だから4年間昔から見てくれてる人もねたくさんいますし、なんかすごい本当ありがたいですよね。そうですね。私はちょっと最初から言えばよかったと思うんですけれども、
ここでつけさせてくださいね。ダンゴムシさんはYouTube をやってるんですけれども、 YouTube で自分の移住してきた生活について日記ではないんですけれども記録の、ね、残したり動画として残したりしてるので、はい移住してみたい方とか、してみたらどうなるのかとか、もし気になる方はもうぜひぜひ後で概要欄にリンク貼るのでチェックしてみてください。お願いします。僕の移住の記録のような動画を普段は撮っております。札幌の風景とかねいっぱい出てくるのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でも思うんですけれども、北海道で大学を通ってたんですけれども、その時友達がいなかったんですか？ちょっといました。ちょっといました。ただ卒業したらみんなバラバラになったっていう。みんな東京に行っちゃった。うわー、そういうパターンですか。だからダンゴさんは札幌に戻って、でも行った友達はいなかったっていう入れ違い。入れ違い。でも大学生の頃も4人ぐらいしかいなかったです。そう友達。そうなんですか。今でも仲良しですけど、たまに連絡は取ります。なるほど。そういうね悲しい過去が。悲しくはないけどどうですかねそうなんですけど、ここに来て友達がいなくて、私は動物とそういうなんていう孤独の気持ちを解消してたんですけれども、ダンゴさんは YouTube と、あと中島公園っていう、この前有オナさんツイッターで上げられてた、あそこ、あの池に魚がいっぱいいるんですけど、あの魚を見てましたずっと。ちょっと似てますよね動物と好きです。そうですね。なるほど。でその後はできたんですか、友達は？なんか時間経ってちょっとありがたいことにできて、 YouTube 関係のお友達が数人いますかね。なんか YouTube で、北海道の YouTube じゃないですけど別のジャンルですけど、ちょっと遊びましょうって言ってできた友達が2人3人ぐらい。いいですね。今北海道に移住して、札幌に移住して4年経ったんですかね。経ちました。この4年間もう、普通に仕事してて普通に暮らししてて、実際に、住んでみてどう感じてるんですか？どういう気持ちがあるんですか？やっぱり最初は幸せでした。でも今はすごくこのやる気が出てきてるというか、最初はただ自分が幸せに暮らせればいいなって思ってた部分が強いけど、なんかだんだんとこの町に恩返しがしたいなっていう気持ちに今なってます。なので幸せです。一言で言えば幸せです。幸せです。良かったと思います。いわゆる移住して全然後悔しないっていうことですね。はい、移住成功。イエーイ、やったはい、一旦ちょっと皆さん申し訳ございませんがね、休憩を挟んでちょっと水を用意してね、脱線しすぎたり盛り上がりすぎたりして実際は多分編集なる動画よりめちゃくちゃもう喋ったって感じになる。ちょっと有オナさんのね台本通りじゃなくなってはいるんですけどもここ台本通り話して、ここ脱線して、ここで盛り上がって、また戻ってっていう、こういう道ですよね。ちょっと使える部分だけね使ってくださいね。すいませんお願いしますね私は日本はまだそんな回ってないんですけれども、でもなんか北海道に来てお寿司を食べると、北海道のお寿司がやばい、すっごい美味しいっていう声がよく聞いたりしてるんですけれども、実際はどうですか？北海道の寿司はレベル高いですか？めっちゃ高いと思います。本当ですか？めっちゃ高い。新鮮なのと、なんであんな美味しいんだろうな。本州の愛知県の高級なお寿司屋さんが北海道だとすごくなんか、庶民的な、僕一番トリトンが好きなんですけど。私もイエーイ、トリトンめっちゃうまいですよね。めっちゃ美味しいよね。そこにあるこれ撮影場所バレちゃうけど、そうですね。そこのトリトンねよく行くんですけど、私もやっぱり回転寿司がねレベルが高いんですね、北海道は。北海道の回転寿司は、僕の地元の高級寿司なぐらいのレベルですね。認識レベルぐらいだと思ってます。すごいですね。めっちゃうまい。しかもねこのトリトンとかも行くと結構値段的にもう優しいですね。値段優しいですね。優しいですね。美味しいし値段も大きいですよね。そう。一皿が2皿分みたいな。ですね。すごい。最初はもしお寿司を食べに行くんだったら最初何頼むんですか？最初サーモンです。サーモン？私炙りサーモン。炙りサーモン僕2皿目。すごい似てますよね。そう、サーモンうまいですよね。美味しいですね。あとホタテとか。炙りサーモン、トロサーモン。
とかでもう一回サーモン行って。やっぱり決まりがあるんですか？そう、サーモンは全種類食べます。すごいですねなんかあんまり外食しないんですよ。あ、本当ですか？自炊で。コンビニです。セイコーマート？セイコーマートばっかりです。そうですよね、ホットシェフもうまいです。ホットシェフ美味しいです。そうですね、いや私もセイコーマートが好きで。セイコーマートいいですよね。よくなんかホットシェフが本当に助かってますから、安いし美味しいし、もう本当にもうずっとそういう言葉繰り返してるんですね。北海道今全部制覇してて、回って制覇したんですけれども、好きな場所がありますか？やっぱり知床。めっちゃ良かったです。知床は北海道の東側にある自然が豊かな場所です。世界自然遺産にも登録されています。動物がすごく華やかというか、幸せそうだったんですよ。ちょっとこんなこと言うと札幌の動物たちにね怒られそうなんですけど、まあいろいろねちょっとなんていう事情があって。そうですね。でも札幌の動物より知床の動物の方がちょっと生き生きしてたというか、なんか札幌の野生のリスはすごいブスッとしてるというか、ちょっと生意気。でも知床のリスはすごく優しかった。なんか触れたんですか？触れができたんですか？触れはできなかった。私は普通遠くから見て遠くから見て。あとヒグマにもあったんですけど、車に乗ってて。教えて。ヒグマがねめっちゃでかいので、最初車乗ってた時に、でっかい石ころだと思ったんです。石かと思ってそのまま通ったら、そのでっかい石が動いたからヒグマだったんですよ。で僕はそのままちょっと通り過ぎたんですけど、あれです。北海道の全部回ってる時にの一番の思い出、それが。これを一番の思い出になりますよね。ヒグマを見たこと。よかったですね。車でね。車じゃなかったらやばかった。大きかったんですか？めっちゃでかかったです。多分あれヒグマ見て車降りる人はもう普通じゃない。いやダメですよね。あれ本当感動もんですよ。いやすごいです。普通に道路の近くにいた。普通の道路にいました。それは知床のなんていう、私もそこですごく惹かれた、惹かれたというか、驚いた好きになったポイントなんですけれども、おっしゃってる通りで自然が豊かですごくありのままな感じで、からどこのタイミングでヒグマに会えるのかとかリスに会えるのか、鹿とかも普通にもう出てて、道を通る時はもちろん車で道を通る時は車線っていうのかな、この横に鹿が出て普通草食べたりしてるっていう風景が普通ですよね。あと札幌の日じゃないぐらいめっちゃ鹿いっぱいいますよね。そうですよね。札幌が少なく感じるぐらいめっちゃいて結構もう当たり前のような感じで、あれは本当すごかったな。もう知床はそういう不思議なもう魔法のような場所ですよね。私も知床大好きで、本当に別世界っていう感じなのかな。同じ北海道だけども、別物ですよね。そうですね。こっち側と東の方は。そうですね。本当に。ただやっぱりこういう自然が豊かなところでこうヒグマとか出会うとかキツネが出てもう見ることができるんですけれども、なんか餌を与えたりする人がいるようなので、すごい大きな問題にもなってて、から皆さんもし知床に行く機会があったら動物に餌を与えないでください。後でもう大変なことになります。両方とも、人間にも動物にも大変なことになるので、よろしくお願いします。そうですね。生き物大好きだから。いやそうですよね。なんかやっぱり共存してるから、お互いにちょっと気を使わなきゃいけないし、うまく生きていかなきゃいけないんですね。ちょっとさっきのあれで言いそびれたんですけど、僕大学時代生き物の勉強してて、そういう勉強いっぱいしてました。動物に餌をあげると回り回ってその動物を殺すことになるとか、この生物の循環の勉強をよくやってて、だからこそすごい興味があるというか。すごいですね。これはもうめっちゃ気になるんですけど、その話終わらないな。ちょっとまたね別の機会にね、またちょっとそういう機会を作って、なんか北海道にやっちゃいけないこととかでベスト5ってなんか違う。動物大好きだから。面白い。団子さんの北海道の愛が私すごい感じてて、私も北海道大好きで、動画とツイッターとかも
そういう北海道の愛がすごい感じてて嬉しくて、で団子さんはこう地域保険にもうたくさん貢献を与えてる方なので、そう、もうすごいもう尊敬してるんですけれども、私も似たような感じでもう貢献できるように考えてたんですけれども、やっぱりできなかった面もあるので、動画で見たんですけれども、団子さんと丸山動物園さんとコラボができたんですよね。コラボ商品がね。ですよね。はい、どういう感じでそういうコラボができたのか。あれは僕とダンゴムシと YouTuber と千葉重というイラストレーターのユニットがあるんですけど、しげ団子という2人で組んでいろいろやってるんですね、作ったりして。でそこと丸山動物園のコラボという形で、僕は丸山動物園の商品のデザインを考えたりとか、そういう形で関わらせて今いただいていて、これからもどんどんね商品が出る予定なんですけども、すごいことですよね。本当にすごいです。移住した方はもうこうその地元の企業さんとコラボして勇気がありますね。勇気と勢いです。すごいです。本当ありがたい話で。本当ですよね。いやでも皆さんのおかげで、僕はもう全然大したことはねやってないんですけども。この商品も買うことができるんですよね。コラボ商品。はい、できます。丸山動物園の西門かなの近くのお土産ショップで売店で常時売ってますので、常に。いいですね。オンラインとかも買えるのかな。オンラインにも買えます。じゃあそしたら概要欄にありがとうございます。いろいろちょっと概要欄に詳細載っけようかなと思ってます。お願いします。団子さんは札幌に移住したい方、移住を考えている方に何かこう応援メッセージもしがあったらぜひ伝えてほしいなと思います。一言で言うのは難しいですけど、この札幌に移住したいと思って、もしもその札幌に対するこの魅力が札幌の人間的な部分、人の優しさとか、この人間性が合うとかだとしたら、それは絶対に札幌移住はうまくいくと思うので、ぜひ行動してみてほしいなと思います。以上です。ありがとうございます。今日はですね、本当にもう団子さんとすごいめちゃくちゃ長い時間お話をさせていただいて、ごめんなさいね、ちょっといろいろお話が飛んだり戻ったり、もしかしてどっかのところですごいもうなんていう軽い感じでしか触れてないところがあると思うんですけど、話ねいっぱいしてたから、初めて会う方とね、そうですよね、どんどんあちこちもOK。 じゃあ団子さんから私にとってなんか質問が、ちょっと聞きたいこと質問コーナーですね。いっぱい書いてきたんですけど、緊張するちょっとこれ YouTube の質問になっちゃうんですけど、動画のネタ選びってどうやってやってます？これはやる、これはやらないっていうのがあると思いますし、ある程度のこの再生回数っていうことも考えるとは思うんですけど、動画にする時のネタ選びの基準って？私は動画を撮る時は、できるだけ自分の生活に合わせて動画選びしてるんですけれども、北海道が好きで北海道に来ても約10年が経ってるんですけれども、やっぱり北海道の愛を伝えたくて、だから動画を通して伝えるといいなっていうふうに考えて、動画を撮ったりしてるんですけれども、あと普通に日本と日本の文化が好きで、実際に北海道から出てどういう周りの景色を見て、本当にもう生きてるながらでじゃあ純粋に好きなこととか興味のあることをやってるという。そうなんですね、だからこれ食べたらなんかお店にいて、このお店がいいなとか、美味しいトリトンとかですね、これを動画にしたいな、他の皆さんに知ってほしいなとか、シェアしたいなっていう気持ちがあって、そこからネタのアイディアも生まれていくんですね。好きなことやっていくのがいいですよね。そうです。ストレスが多分、少なく感じると、そのおかげで長続きになると思うんですけれども、でも見てる方も多分感じてると思うんですけれども、好きなことをやってること、本当に興味があってやってることと、やらなきゃいけないっていうなんかちょっとプレッシャーがあって、もう向こうも多分画面越しも感じてると思うので、そうですね。なんかやりたいこととやらなきゃいけないことのこの狭間で僕悩んだことがあって。本当ですか？でもやっぱり好きなことやってないと YouTube 続かないと思います。続かないですね、本当にすぐ多分そういう勢いがなくなると思うんですけれども、外注考えたことありますかとか、 YouTube で絶対やりたくないこととか。外注誰かにお金を払ってお願いする外注って考えたことありますか？ですね、ちょくちょく
考えたりしてるんですけれども、外注すれば楽だよなっていう時があるんですけれども、でも正直外注してたら、特に旅動画作る時は向こうは私の気持ちを伝えることができるのかなっていう心配があるんですね。めっちゃわかります。なんか YouTube ってテレビと違ってもう撮ってる時点で自分の頭の中で考えてるじゃないですか。ここを使ってここは使わないでとか、頭の中ですでに編集が始まってるんですよね。その中で誰かにこの丸投げお願いするってめっちゃむずいですよね。難しいですね。これやってみたい時、どういう作品になるのか正直比べするためにも、興味があるんですけれども、でただやっぱり自分で旅した分を自分を通して作品作ってお見せしたいんですね。から外注したら難しいかもしれないなっていうところがあると思いますね。あと視聴者さんもそれは多分あんまり望まれてないと言いますか。かもしれないですね。有野さんが考えて作ったものにちょっと魅力を、見たいっていう気持ちがあるんですね。感じられてるので、そこはあんま望まれてないかもしれないですね。そうですね。あとね、これお金の問題もありますから。かかりますね。そうだから動画1本作るためにはものすごい金額がかかっちゃうので、そこも正直困難なところですよね。ですよね。実際に旅してどっかに出てもなんて費用かかるので、でその後も編集してもし外注するんだったらさらにプラスになるからもう予算オーバーっていうか、編集ってどれぐらいかかってますか？結構かかってますね。動画によって編集時間が変わるんですけれども、例えば一人でカメラの前に座って動画を撮るとき、その後の編集はもうある程度、どういう話してるのか分かってるので、それは一番早く編集しちゃうんですね。最近慣れてきてもう1時間とかでいけるんですね。編集だけですね。カット編集だけ。カットだけで1時間で。旅動画だったら2週間とかかかったりすることもありますね。動画がねいっぱいあるから、でカメラも何台か使ってるので一緒に合わせてっていうのはそうなんですね。難しいですよね。今は福岡の動画を作ってるんですけれども、多分もうアップしてると思うんですけれども、その動画4時間でトータルで4時間、全部動画があったんですけれども、でそれをまずカットだけ並ばせるために私もう3日間かかってます。そんなかかったんですね。かかりますね、本当に。僕も昔すごいかかってて、今はもう使わない場所をその場で消しちゃいます。ああ、いいですね。旅行の途中でもその場で消しちゃって、後で一番楽できるように。いやこれは理想です、それぐらい大変ですよね。できない、まだそういうレベルまでいってないです。私はためがちかもしれないです、もしかして必要になるかもだからもうためて後でまとめると4時間っていう感じになるんですね。いやでもカメラねいっぱい使ってるとね、そうですね、大変だと思います。難しいですね。YouTube で絶対にやりたくないことはありますか？ YouTube に絶対にやりたくない。例えばいろんなお仕事の依頼とか来ると思うんですけど、やらないのこの線引きというか基準って何かあるんですか？線引きというのは、やっぱり興味があるかないか、やりたいかやりたくないかで必要かどうかとかもし案件の話になるんだとしたら、結構案件の依頼が来てるんですけれども、そこは私のチャンネルを見てる視聴者さんはなんて言えばいいの、何でも紹介したくないんですよね。ちゃんと自分で使ってみて本当に良かったらじゃあ紹介してもいいなと思ったら紹介しますけど、だからそこで線引きしてるんですね。だから数でやるんじゃなくて、クオリティというかそのものの質っていう感じで決めてるしてるんですね。ですよね。実際紹介したら視聴者さんはお金をね使ってね、買ってくれるわけですから、本当嘘つかないので大事だと思います。そうですね。なんか正直なのが僕 YouTuber のいいとこだと思っていて、だからこそこのテレビとは違ってまた濃いね、一個人に濃いファンがつくと思うので、そうですね、正直でいること大事ですよね。そうですね、正直は確かに一番大事ですよね。そこでやっぱりお互いの関係性も深まったりとか、信頼感が生まれていくので、だからいつも見てくれてる人を裏切りたくないんですよね。そうですね。そうですね。だからそこで真剣に
やらなきゃいけないです。なんかすごくものすごい高い家電の案件が来たことあるんですけど、その時はちょっと嘘つきたかったんですけど、その家電いただけるっていうんで、でも僕はねちょっと涙流しながら断りましたけど、これだって視聴者さんが絶対買わないような、なんならこのダンゴムシチャンネルにあまりにも不自然な家電だったんですよ。でも僕はすごい欲しかったんですよ、その家電が。でもこの家電を手に入れたら視聴者さんの信頼を失うなと思って選ばなきゃいけないんですね。そのものを手に入れるか視聴者さんの信頼感で保つかっていうね、そういう選びになるんですよね。そうですよね。それ最先端の掃除機だったんだけどいやでも素敵ですね、本当にそういう考え方、大事だと思いますね。僕は急に YouTube で掃除機使い出したらね、ちょっとあまりに違和感がでもちょっと面白いかも実はですねテレビショッピングみたいなそうでも使ってみたらいいものとかだったら紹介していいと思うんですけれども、なんかそういう案件が来るときはなんかぜひ試してみてくださいとか、そういう試す期間があったら、確かによかったら紹介できるけど、でもいまいちだったら、私一回紹介しちゃったものがあるんです。そうなんです試してみたんですけれども、いやこれはちょっとと思って紹介したくない、これは多分違うなと思って謝ってごめんなさいって、ちょっとまた次回ですねなんで今回この企画をやりたいと思ったのかっていうことをちょっと聞きたくてですね、アリオーナさんあんまり普段たくさんコラボされる方ではないと僕は一視聴者として見てて思っていて。そうですね、コラボ少ない方かもしれないですねまあいくつかの理由があって、一つ目は私はちょっとシャイでなかなか声かけるのが苦手で恥ずかしくてからそういうところもあるんですし、あと最近はなんかもっと特に北海道に住んでる人、コミュニケーションを取りたい、結びたいが特に北海道に活動している YouTuber さんとかお互いも知らないからつながってないので、あんまりつながりないですよね、北海道って。でももし皆さんはお互いを知ってて、よりいいコンテンツ、よりなんか地域に貢献できるものができるかもしれないんですね。一人だったら何もできないと思うんですけれども、二人とかがいたらもうできることが増えるわけで、増えることができるので、だからなんかちゃんと動かないと何もものにならないのでだからもう少し自分の苦手なところを踏んで、いやちゃんと頑張らなきゃって思ってそういう理由でもうダンゴムシさんにも連絡したし、そうなんかこれからも何か北海道に対していいものができると、何か企画ができるのもいいし、一人だとね、2人だと一気にこの動画の幅っていうのは広がりますから、そうですね。僕もねあんま普段というか今まで多分過去にほとんどコラボしたことなかったんですけど、ちょっとこれからの自分のテーマとして、たくさんの人と関わるっていう勇気を出して、いいですねっていうテーマがあったので、そのタイミングでちょっとアリオーナさんに、連絡くださったので、今回実現してよかったです。なんか本当に考えてることはちょっと似てますね。似てますよね嬉しい最後アリオーナさんにやってほしい企画、一ファンとして、まずアリオーナさんの撮影カメラ紹介普段どうやって YouTube を作ってるのか、私の YouTube の作り方っていう、なんかアリオーナさんの、YouTube ルーティーンですね、それを見てみたいなと。YouTube ルーティーンですかひたすらパソコンの前で座ってもカツカツしてる裏側は結構地味なめっちゃくちゃ地味で、本当になんかそういう裏側とか、ね、見てみたいなと思ったり、あとアリオーナさんがこの生き物とこの関わってるコラボしてるとこをちょっと僕は見てみたいなと思って、例えば小樽で魚釣り、これどうですか？好きです。なんかアリオーナさんあんまりアウトドア系の動画ってやられてないですよね。旅に出るっていうことが多いんですけれども、確かにアウトドアあんまり、ヒグマが怖くてあんまり出てないこともあるんですけれども山登り、魚釣り、バーベキューとか、でも好きですよ。アリオーナさんが外でこの遊んでる姿を見たいです。本当ですか？一人だからね、ちょっとやりづらいところもあるんですよね。なんか一人で、バーベキューやるのもなんかちょっと寂しいですね僕じゃあ撮りますよ。いいですね。じゃあそういうのが。魚釣りやりますか？
私魚釣りが好きで、あ、本当ですか。はい、父が魚を釣るのが、趣味なので、私もちっちゃい頃から一緒によく行ってたので、なんてタイミングで誰が一番多く釣るのかっていうかけるのが好きですしいいな、楽しいお父さん。だから全然何かもし一緒にそういう企画ができたら、釣り企画ね、やりたいですね。やりたいですね。あと皆さんもね、もし何かアイディアがありましたらぜひお願いします。はい、書いていただければ参考にしますね。最後、はい、アリョーナさんの一日セイコーマート生活。一日セイコーマート生活、朝昼晩？そう、セイコーマートしか食べちゃダメ。おお、いいね。丸一日生活して買ったものを紹介するという。太っちゃう美味しいものだらけで、ね、いいですね。3食でも困らないですよね。いっぱい美味しいものいっぱいあるから、種類もいっぱいだし。そうですね。本当に朝昼晩で何日間か全然続けれそうですね。ちょっと一日セイコーマートお願いします。ちょっとリハーサルしてみます楽しいですね。ダンゴさんはこういうのがアイディアがすごいですね。出ますかね。ちょっとアリョーナさん見てて、なんかこういうアリョーナさん見たいなっていうのでポンポンポンってすごいな。このメモ帳にいっぱいね書いてるんですけど。ありがとうございます。そんな感じで僕からの質問、はい、以上です。ありがとうございます。たくさん質問していただいて今日は本当にインタビューに来てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。またどっかで一緒にコラボができると。そうですねいいですね。動物園とかで。いいですね今日は本当に長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。そして皆さんも最後まで見ていただきありがとうございます。団子さんのYouTube とか他の SNS をやってるリンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまたね。パカパカ。